こんにちは、メルです。今日は引っ越しのご挨拶というお話をします。今は隣の家とか隣の部屋の人を知らないというのは普通だと思うんですが、昔はね、ご挨拶をするのは普通だったんじゃないかなと思います。今はね、危ないですよね。逆に、引っ越しの挨拶はしない方がいいというね、声もあります。特に女性の一人暮らしとかね、女性だけで住んでいるお部屋だったら、挨拶をしない方が安全かもしれないですね。挨拶をすることで、私は女性で一人暮らしをしていますとね、公表していることになってしまいますから、なので状況を見てっていう感じなんですが、ご近所付き合いを大切にしたいなっていう人は挨拶をすると思います。で、アパートやマンションのような集合住宅だったら、お隣と上の階と下の階のお部屋に挨拶に行くことが多いです。一軒家だったら、両隣3軒ぐらい。それからね、向かいの家にも挨拶に行くと思います。これなんで挨拶するのかというと、何かあった時に顔を知っている方が助け合いしやすい。あとは顔を合わせた時に挨拶できる関係でいられると生活しやすいからだと思います。知らない人がね、隣に住んでいるよりも、あ、この間挨拶したあの人だって思える方が安心感がありますよね。なので、引っ越しをした時に挨拶をする人はまだまだいると思います。じゃあ、どんなことをするのかというと、前回、贈り物はすぐ開けないというポッドキャストでもお話ししたんですが、小さい贈り物を持って挨拶に行きます。例えば、タオルとか、石鹸とか、小さなお菓子とかです。昔はね、蕎麦を持って挨拶に行ったそうです。お蕎麦ってこう細くて長いですよね。なので、お蕎麦のように細く長くお付き合いをお願いしますという意味だったそうですよ。私は何回か引っ越しをしていて、これまでね、お蕎麦を渡したことはないんですが、やっぱりね、タオルが無難かなと思っていつもタオルを渡しています。タオルなら掃除にも使えるし、いろいろと使えるのでいいかなと思っています。で、ピンポーンってチャイムを鳴らして、出てきてくれたら、隣に越してきたミルと申します。ご挨拶に伺いました。と言いますね。そして、越してきたばかりで荷物の整理でうるさくしてしまうかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。と言って、こんな感じで挨拶をして、小さな贈り物を渡します。そうすると、わざわざすみません。こちらこそどうぞよろしくお願いします。っていう感じで帰ってくるんですね。で、ちょっとね、小話をするかもしれないですし、何もね、話はしないで、では失礼しますって言って、さよならをします。こういう感じで挨拶をしておけば、引っ越してきたのに挨拶もしないのかって言われないですし、ご近所付き合いもしやすいのかなと思います。ということで今日は引っ越しのご挨拶というお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、メルです。今日は引っ越しのご挨拶というお話をします。今は隣の家とか隣の部屋の人を知らないというのは普通だと思うんですが、昔はね、ご挨拶をするのは普通だったんじゃないかなと思います。今はね、危ないですよね。逆に、引っ越しの挨拶はしない方がいいというね、声もあります。特に女性の一人暮らしとかね、女性だけで住んでいるお部屋だったら、挨拶をしない方が安全かもしれないですね。挨拶をすることで、私は女性で一人暮らしをしていますとね、公表していることになってしまいますから、なので状況を見てっていう感じなんですが、ご近所付き合いを大切にしたいなっていう人は挨拶をすると思います。で、アパートやマンションのような集合住宅だったら、お隣と上の階と下の階のお部屋に挨拶に行くことが多いです。一軒家だったら、両隣3軒ぐらい。それからね、向かいの家にも挨拶に行くと思います。これなんで挨拶するのかというと、何かあった時に顔を知っている方が助け合いしやすい。
あとは顔を合わせた時に挨拶できる関係でいられると生活しやすいからだと思います。知らない人がね、隣に住んでいるよりも、あ、この間挨拶したあの人だって思える方が安心感がありますよね。なので、引っ越しをした時に挨拶をする人はまだまだいると思います。じゃあ、どんなことをするのかというと、前回、贈り物はすぐ開けないというポッドキャストでもお話ししたんですが、小さい贈り物を持って挨拶に行きます。例えば、タオルとか、石鹸とか、小さなお菓子とかです。昔はね、蕎麦を持って挨拶に行ったそうです。お蕎麦って細くて長いですよね。なので、お蕎麦のように細く長くお付き合いをお願いしますという意味だったそうですよ。私は何回か引っ越しをしていて、これまでね、お蕎麦を渡したことはないんですが、やっぱりね、タオルが無難かなと思って、いつもタオルを渡しています。タオルなら掃除にも使えるし、いろいろと使えるのでいいかなと思っています。で、ピンポーンってチャイムを鳴らして、出てきてくれたら、隣に越してきたミルと申します。ご挨拶に伺いました。と言いますね。そして、越してきたばかりで荷物の整理でうるさくしてしまうかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。と言って、こんな感じで挨拶をして、小さな贈り物を渡します。そうすると、わざわざすみません。こちらこそどうぞよろしくお願いします。っていう感じで帰ってくるんですね。で、ちょっとね、小話をするかもしれないですし、何もね、話はしないで、では失礼しますって言って、さよならをします。こういう感じで挨拶をしておけば、引っ越してきたのに挨拶もしないのかって言われないですし、ご近所付き合いもしやすいのかなと思います。ということで今日は引っ越しのご挨拶というお話をしました。じゃあ、バイバイ。